にちは、千葉梢です。今日は版画の下絵というかラフの作業をお見せする動画になっています。こんな感じで原稿まだ始まったばかりという感じです。そしてミニデスクツアーということで机の上のものをご紹介させてください。はい、この片手デバイス持ってきてはいるんですが、あんまり使っていないです。そして Apple Pencil には太くするためのラバーグリップを巻いて使ってます。太い方が好みですね。そしてこれがいつも使っている iPad Pro 11インチ第2世代です。ちょっと古い機種ですが愛用しています。はい、これは持ち出し用の軽めのタブレットスタンドです。バッテリーと時計。ご覧の通り私は水色が好きです。そしてこれはスマホスタンドなんですが、家にあった木材で適当に自分で作りました。ボンドでくっつけてあるだけですね。そしてノート。はい、今日の机の上はこんな感じです。そして、ここは一体どこなのかと言いますと、はい、ちょっと外に出てみます。いつもはキャンプ場なんですが、今日はキャンプ場ではなくて、河原にあるパーキングのような場所ですね。田舎なので、こういう空いているパーキングがたくさんあって、お散歩がてら立ち寄らせていただいて仕事もちょっと進めてしまうということがよくあります。カフェがない代わりにこういう穴場スポットがたくさんあるんですよね。はい、ちょっと手元の説明をすると、これは今下に水色の線が見えているのがネームの線で、今上に重ねて黒い色で書いているのがラフというか下書きですね。この水色の線見ていただくとわかると思うんですが、私めちゃくちゃネームが雑なんですよね。このぐらいの絵で理解してくださってる担当さん、本当にありがたいです。ちなみに下絵も結構雑なんですが、デジタルのペン入れだと直しが効きますから、アナログ時代よりだいぶ雑になりました。はい、早々にランチタイムです。コンビニで普段食べないような目新しいものを買ってみました。このレモングラスティーが爽やかでめっちゃ美味しかったです。車の中での作業はあぐらをかいてしているので、ちょっと腰に悪いよなぁということで、ちゃんと散歩にも出かけます。こんな感じで川を見てちょっと気晴らししたらもう一度作業を開始します。はい。さっき描いたものを薄い水色にして、その上にもう一枚レイヤーを作って、さらに形を整えていきます。今使っているブラシはクリップスタジオにもともと入っている普通のミリペンなんですが、割と太くしてしっかり見えるようにして描いていきます。細い線で描くよりもデッサンが取りやすいような気がしています。こんな感じで大きさを変えたりですとか、何度も1個戻るのボタンを使ったりですとか、本当にデジタルの作画って便利ですよね。私は昔はアナログで紙とペンで書いていたので、下絵の作業はもっと大変だったと記憶しています。まず水色のシャープペンで当たりを取って、その上に黒い鉛筆で線を描いていくんですが、何度も何度も消したり書いたりを繰り返して、紙がボロボロになっていましたし、床が消しゴムのカスだらけになっていたんですよね。
なんだかあの頃が懐かしいです。はい、ここでちょっとおやつタイム。わらび餅、ほうじ茶味。はい、プニプニ感を確認中です。この日は外があったかくて、もう初夏の陽気という感じだったんですよね。なので、いろいろ着ていたものを脱ぎ捨てて、ヒートテック1枚みたいな姿になってしまっています。しかもあぐらかいてるんで、ちょっとお行儀が悪い感じなんですが、何しろ人が通らない場所なので、家と同じレベルのリラックスモードになってしまってますね。そしておもむろに持ってきたバッグを見せつけております。これに iPad やらタブレットスタンドを入れていつも持ち歩いています。アトムです。ちなみに私が使っているペイントソフトはクリップスタジオペイントです。プランは EX っていうプランに入っています。こういった複数ページの連載漫画みたいなものを書くときは EX っていうプランが必要なんですが、もし SNS に載せるような1ページ漫画であったり、イラストぐらいであったら、プロっていうもう少し値段の安いプランでも大丈夫だと思います。サブスクみたいな感じで、1ヶ月いくらで使ってみることができるので、漫画初心者さんでこれから始めたいという方でも、1ヶ月だけ使ってみるっていうのはおすすめできると思います。EX の方で月額1000円弱、プロの方で月額500円弱ぐらいですかね。多機能すぎて使いこなせないというお声も多いみたいなんですが、私的にはおすすめです。はい、菜の花が綺麗です。もうまばゆいばかりの輝きですね。iPad 作画で疲れた目をたまにこんな感じで癒してあげます。はい。今下に水色でネームの時の絵が透けてるんですが、完全に無視して別の角度で描き始めちゃってますね。皆さんは顔を描くときに得意な角度ってありますか？私は、うまいかどうかは別として、圧倒的にこの横顔に近い角度が一番描きやすくていいんですよね。逆に一番苦手なのが正面顔と正面からちょっとだけずれた斜めの顔です。もうあまり無理せず得意な角度でいこうという感じですね。正面顔は対称定規を使うこともできるんですが、それでもなかなかうまく決まらないことが多いですね。はい。そしてこれは翌日の様子です。前日の天気からは打って変わって、外は雨なんですが、この日は前々からデイキャンプに来る予定だったので、仕事道具を抱えてキャンプ場に来ている次第です。はい。この真ん中に映ってる道具、いつも動画に映り込んでいて気になっている方もいらっしゃったかなと思うんですが、小さな薪ストーブという名前の商品で、ここに火をつけると、はい、こんな感じで飲み物を上で温め続けることができたりして、とても便利で癒されるやつです。こんなにキャンプにばっかり行っていて、締め切りは大丈夫なのかっていうお声が聞こえてきそうなんですが、私が住んでいる場所は田舎で、最寄りのカフェやファミレスを探すよりも、キャンプ場を探した方が早いぐらいなんですよね。私は若い時は、本当に家が大好きで、一生家にばかりいても大丈夫なぐらいインドア派だったんですが、最近になって気晴らしに外に出たいって思うことが多くなりました。年齢的な変化ですかね。この日は集中力が続かず、
早々におやつタイムです。これ実は読者様からいただいたバレンタインのプレゼントたちなんですよね。あまりにも可愛いので、撮影の日に開けようと思って今日まで撮ってありました。どれもおしゃれで美味しそうなお菓子。何度も言ってしまうんですが、私は今田舎に住んでいるので、都会ではこんなにおしゃれなお菓子が売っているのかと驚かされるばかりですね。ゆっくり大切に食べたいと思います。この箱、後で何に使おうかなと考え中です。そしてシルバニアファミリー。これも読者の方にいただいてしまいました。いやー、なんて可愛いんでしょうか。家に帰ってうちの子たちを乗せてあげたいです。なんでしょうね。子供の時に好きだったおもちゃって大人になってからつい集めちゃったりしませんか？ビー玉とかおはじきとかも未だに胸が高鳴りますね。はい、ここでちょっと外に出て焚き火タイムです。実はこの日、なかなか漫画を描くことに集中できなくて、この後実は趣味の時間を過ごしてしまったんですよね。というわけで、この後の動画は、私がひたすら趣味の動画編集をするという動画になってしまったんですが、もしご興味のある方は最後までご覧いただけたら嬉しいです。皆さんはどうしてもやる気が出ないとき、どうしていらっしゃいますか？私は好きで漫画家になったので、もちろん仕事も書くことも好きなんですが、それでもどうしても今日はやる気が起きないなーっていう日はあるんですよね。そんな時は何とかして机にしがみつくために YouTube を隣で流し見しながら書くなんていうことも多々あります。そんな感じで多くの YouTuber さんにお世話になっているので、実は私は動画を始めた頃、音声は入れたくないなぁと思っていたんですが、やっぱり作業のお供にしていただいた方がいいよなぁと思って、最近はどの動画にもできるだけ音声を入れるようにしています。私はラジオ感覚で聞いていただけるほどおしゃべりが上手ではないのですが、よかったら皆さん作業のお供に私の動画使ってやってくださいね。机にしがみつかなければならない時に流してやってください。はい、相変わらずやる気が出ないので自分のチャンネルを振り返ったりしています。こんな感じでだいぶ動画が溜まってきましたね。最初にアップした動画を見てみると、8ヶ月前ってなってますね。去年の夏頃スタートしたみたいです。とりあえず始めちゃえという勢いで何でも始めるタイプなので、こんな感じで全然作り込まれていない、なんとなく真上から手元を撮った動画を最初にアップしたんですよね。これはデジタルで描いてるようにも見えますが、アナログ線画の動画です。トレース台を光らせて、その上に下絵を置いて、その上にコピー用紙を置いてミリペンでなぞって描いているという感じです。これは漫画ではなくて趣味のイラストを描いている時の動画ですね。元アナログ漫画家の私としては、アナログで漫画を描いているところも皆さんにお見せしたいなぁと思っていましたし、実は試しに久しぶりに原稿用紙を引っ張り出してきて、アナログで描いてみたりもしたんですが、もう筆圧がなくなってしまっていて、時間がかかってしょうがなかったんですよね。というわけで、ちょっと挫折してしまいました。デジタルで描いているとあまり筆圧がいらないんですよね。
なので私の右手の中指にできているペンダコは今はもう飾りになってしまっていますね。皆さんの中で漫画を描かれる方はアナログとデジタルどちらで描いていますか？そしてどちらが好きですか？私はスピードであったり便利さを優先して今はデジタルで描いていますが、もしかしたら締め切りに余裕があればアナログの方が好きかもしれません。木でできたペンの感触やインクの匂いやそういうの全部好きだったんですよね。はい、今回の動画は外の様子ばっかりになってしまったので、一応最後に家の中の仕事場でも撮影してみました。これはあの日からだいぶ時間が経っているので、あの日の原稿はもうこんな感じで仕上がって編集部に送信したばかりというところです。動画の最初で下絵をやっていたページはこんな感じで仕上がりました。白紙の主人公2人だとなかなか画面が埋まらないんですよね。毎回トーン作業が一苦労です。猫好きさんのために一応猫も撮っておきました。もう一匹うちにいるんですが、その子はカメラが苦手でなかなか映ってくれないんですよね。はい、締め切りも無事終了ということで、外に散歩に出かけてみました。新緑が眩しいです。私は iPad で漫画を描いて、iPad で動画編集をしているので、なかなかデジタルデトックスできないんですよね。そのせいか、時々どうしても自然の感触を足で確かめたくなります。というわけで、裸足で散歩中です。はい、そろそろ今回の動画もおしまいなんですが、皆さんいかがだったでしょうか？絵を描くところがちょっと少なかったかなと思いますが、最後まで見てくださった方、本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。それではまた。